白い国の3人の姫。昔々、宮殿のすぐそばに住んでいる漁師がいて、王様の食卓のために魚を釣っていた。ある日、漁に出たが、全く何も釣れなかった。餌を変えても針を変えても、小魚一匹かかりやしない。ところが日も暮れかけた頃、水の中からぬっと頭が一つ突き出ていった。お前の神さんが腹帯の下に抱いているものをわしにくれるなら、魚はいくらでも釣れるようにしてやろう。漁師はためらいもなく、いいとも。と答えた。神さんがこう身ごもっていることを知らなかったのだ。その後は案の定、あらゆる種類の魚がいくらでも釣れた。だが夜になって家に帰り、どうやって魚を手に入れたか話すと、神さんは泣いて嘆き悲しんだ。夫がした約束のことで気も狂わんばかりだった。私は腹帯の下に赤ん坊を抱いているのに。と言った。やがて話はたちまち広まり、城にまで届いた。王様はおかみさんの嘆きとその原因を聞くと、使いをよこして、その子は自分が引き取り、なんとか助けてみせると言った。月日が経ち、やがておかみさんに男の子が生まれた。王様はすぐに引き取り、自分の息子として育てた。若者が大きくなると、ある日、父親と一緒に漁に出たいと頼んだ。どうしても行きたいのだと。王様は初め許さなかったが、とうとう若者の望みが通って出かけることになった。父と子は一日中漁をして、万事うまくいった。だが夕方陸に上がった時、若者は手ぬぐいを忘れたことを思い出し、取りに行った。ところが船に乗り込んだ途端、船が一人でに動き出し、へさきの下で水がゴーゴーなるほどの速さで進んでいく。貝で漕ぎ止めようとしたが、何をしてもダメだった。一晩中走り続け、とうとう遠い白い浜辺にたどり着いた。陸に上がって少し歩くと、長い白いひげを生やした年を取ったおじいさんに出会った。ここは何という国ですか？と若者が聞いた。白い国だよ。とおじいさんは答え、若者にどこから来たのか、何をしに来たのか尋ねた。若者はいきさつを残らず話した。そうかそうか。とおじいさんは言った。この浜辺をもう少し行くと、3人の姫がいるのが見えるだろう。首まで地面に埋まって頭だけ出しておる。最初の姫が一番上の姫だ。助けに来てくれと懸命に頼むだろう。2番目の姫もそうするだろう。だがどちらにも行ってはならん。見えない聞こえないふりをしてさっさと通り過ぎるのだ。3番目の姫のところへ行って頼まれた通りにしなさい。そうすればうまくいく。それだけだ。最初の姫のところに来ると、姫は声をかけて懸命に助けを求めた。だが若者は見えないふりをして通り過ぎた。2番目の姫のところも同じようにして通り過ぎた。3番目の姫のところにまっすぐ歩いていった。私の言う通りにしてくれるなら、と姫は言った。3人のうち好きな姫をもらっていいわ。いいとも。と若者は答えた。姫は3人のトロルが自分たちをここに埋めたのだと教えてくれた。それまでは木々の上にある城に住んでいたのだと。さあ、と姫は言った。あの城に行って、3人のトロルに一晩ずつ、私たち1人につき一晩、鞭で打たれなさい。それに耐えられたら、私たちは自由になれるわ。若者はやってみると言った。中に入ると、と姫は続けた。門のところにライオンが2頭立っているわ。でも、ちょうど真ん中をまっすぐ通れば何もされないから、それからまっすぐ小さな暗い部屋に行って、寝床を作りなさい。すると、トロルが鞭を打ちに来る。壁にぶら下がっている小瓶を取って、中の塗り薬を打たれたところに寝れば、たちまち元通りになるわ。それから、小瓶のそばにかかっている剣を掴んで、トロルを切り殺しなさい。若者は姫に言われた通りにした。ライオンの間をまっすぐ通り抜け、小さな部屋に入って横になった。最初の夜、頭が3つで鞭が3本のトロルがやってきて、散々打ち据えた。若者はトロルが打ち終わるまで耐え、小瓶の塗り薬を塗り、剣を掴んでトロルを切り殺した。翌朝外に出ると、3人の姫は腰まで地面から出ていた。次の夜も同じだった。今度は頭が6つで鞭が6本のトロルが来て、前よりずっとひどく打ち据えた。翌朝外に出ると、姫たちは膝まで地面から出ていた。3番目には頭が9つで鞭が9本のトロルがやってきて、長いこと打って打ちまくり、若者は気を失ってしまった。トロルは若者をつかみ上げて壁に叩きつけた。
その衝撃で壁から小瓶が落ち、若者の上に落ちて割れ、塗り薬が体中にかかった。たちまち元の力がよみがえり、すぐさま剣を掴んでトロロを切り殺した。翌朝、城から出ると、3人の姫がすっかり地面から抜け出して立っていた。若者は一番下の姫を妻に迎え、しばらくの間幸せに暮らした。やがて両親に会いに帰りたくなった。妃はあまり気が進まなかったが、どうしてもという望みを止められず、こう言った。一つだけ約束して、お父さんの頼みだけ聞いて、お母さんの言うことは聞かないで。若者は約束した。妃は指輪を一つ渡した。はめているものが二つの願いを叶えられる指輪だった。若者は家に帰りたいと願い、たちまち家に着いた。両親は息子がこんな立派な人間になったことに驚くばかりだった。何日か経つと、母親が城に行って王様にこの立派な姿を見せてこいと言った。だが父親が言った。やめておけ。言ったら才の息子を楽しめるのもこれきりになってしまうぞ。だがいくら言っても無駄だった。母親が頼んで頼み続けたので、とうとう若者は出かけていった。城に着くと、着るものも身なりもあちらの王様よりずっと立派で、王様はあまり面白くなかった。とうとう王様が言った。ずいぶんご立派だが、わしの妃はここにおるから見えるだろう。だが、お前の妃は見えないな。お前の妃がわしの妃ほど美しいとは、とても思えんがね。ああ、と若い王は言った。ここに立っていてくれたら、どんな方かわかるでしょうに。その途端、妃が二人の前に現れた。だが妃は大層悲しげで、若い王に言った。どうして私の言いつけを守らなかったの？お父さんの言うことを聞かなかったの？もう帰らなくてはなりません。あなたは二つの願いを使い果たしてしまったのですよ。そう言って、自分の名前を編み込んだ指輪を若い王の髪に結びつけ、家に帰りたいと願うと消えてしまった。若い王は胸が張り裂けんばかりに悲しみ、来る日も来る日も、どうしたら妃のもとに帰れるかと考え続けた。白い国がどこにあるか探し出してみよと思い、世に出て訪ね回った。だいぶ歩いてから高い丘に出ると、そこに森の獣たちの主がいた。角笛を吹くと獣がみんな集まってくる。若い王は白い国を知らないかと聞いた。知らんだ。とその男は言った。獣たちに聞いてみよう。角笛を吹いて獣たちを呼び集め、白い国を知っている者はいるかと聞いたが、知っている者はいなかった。そこでその男は漢字記を一組渡してくれた。これを履けば何百マイルも先に住んでいる兄弟のところに着く。あいつは空の鳥たちの主だ。聞いてみるがいい。着いたら漢字記のつま先をこちら側に向ければ一人でに帰ってくるからな。若い王がその家に着いて漢字記のつま先を向けると、漢字記は一人でに帰っていった。白い国のことを聞くと、その男も角笛を吹いて鳥を集め、白い国を知っている者はいないかと尋ねた。だが知っている鳥は一羽もいなかった。ずいぶん経ってから、他の鳥よりずっと遅れて年取ったわしがやってきた。10年も留守にしていたのだが、他の鳥と同じで知らなかった。よしよし、とその男は言った。漢字記をもう一組貸してやろう。履いていけば何百マイルも先に住んでいる兄弟のところに着く。あいつは海の魚たちの主だ。聞いてみるがいい。つま先をこちらに向けるのを忘れるなよ。若い王は礼を言い、漢字記を履いた。海の魚たちの主のもとに着くと、つま先をくるりと向けた。漢字記は前の組と同じように一人でに帰っていった。白い国のことを聞くと、男は角笛を吹いて魚を集めたが、知っている魚はいなかった。最後にやってきたのは年取ったカワカマスで、呼び戻すのにえらく手こずった。あまりにも遠くにいたのだ。白い国を知っているかと聞くと、こう答えた。知ってるとも。あそこで10年コックをやっていたんだ。明日またあそこに行くところさ。白い国の女王様の王様が留守で、新しい婿をもらうらしいんでな。そうか。と男は言った。それなら一つ知恵を貸してやろう。この辺りの荒れ野に3人兄弟が立っておる。もう100年も帽子と街灯と長靴をめぐって争い続けておる。この3つを持っていれば姿を消すこともできるし、好きなところへ飛んでいくこともできる。試してみたいと言えば貸してくれるだろう。その後で誰のものか裁いてやると言えばいい。若い王は礼を言って教えられた通りにした。一体何を揉めているんだと3人兄弟に言った。いつまでも争っていないで、ちょっと試させてくれ。それから誰のものか裁いてやろう。兄弟は喜んで承知した。
だが若い王は王子と街灯と長靴を手に入れるなり言った。今度会った時に裁きを言い渡そう。そう言ってどこかへ飛んでいくことを願った。空を飛んでいると北風に追いついた。どこへ行く？と北風が吠えた。白い国へ。と若い王は言い、これまでのいきさつを話した。おう、と北風は言った。お前の方がわしより早いな。お前はまっすぐ行けるが、わしは曲がり角のたびに吹き回らなきゃならんからな。だが着いたら門の脇の階段に立っていろ。わしが吹き荒れて城を吹き倒す勢いで乗り込んでいくからな。お前の妃をもらうはずの王子が何事かと出てきたら、そいつの襟首を掴んで他に放り出せ。あとはわしが引き受けてどこかに飛ばしてやる。若い王は北風の言う通りにした。階段に立ち、北風がゴムを吹き荒れて城の壁を掴んで揺さぶると、王子が何事かと出てきた。出てきた途端、若い王は襟首を掴んで外に放り出し、北風がそいつをさらって飛んでいった。こうしてその男が片付くと、若い王は城に入った。はじめ妃には誰だかわからなかった。遠い旅と悲しみでやつれて痩せ細っていたのだ。だが指輪を見せると、妃は飛び上がらんばかりに喜んだ。こうして誠の結婚式が行われ、その評判は遠くまで広まった。